はいどうも、キスケです。今回は限定星6オペレーター、カミーユで組めるパーティー編成例を紹介していきます。カミーユ自体の解説はこちらの動画でやってますんで、まだ見てない方はぜひご覧ください。カミーユは戦技で灼熱脆弱を付与したり、連携技でリンク状態を獲得したり、必殺技で戦技を強化連携技に置き換えたりと、超優秀な戦法オペレーターです。今回の動画ではそんなカミーユを使ったパーティーのローテーション、おすすめ武器、おすすめ装備などを解説していきます。よければ最後まで見てってください。それでは行きましょう。それではパーティー紹介やっていきます。まずはカミーユをメインアタッカーとして使うパーティー、カミーユ、タンタン、ペリカ、ギルベルタです。さすがにカミーユ単体だと火力不足で厳しいんですけど、タンタンを採用することでバランスをとってます。このパーティーはカミーユで付与する灼熱脆弱を最大限発揮できないんですけど、 SP 回復とかリンク状態とかそのあたりの能力を活用していきます。カミーユの戦技からタンタンの戦技という風に動くと、カミーユの連携技を発動できますし、カミーユの連携技のクールタイムが回復するまでタンタンの戦技を連打してダメージを出していきます。チーム一丸となって戦ってる感があってめちゃくちゃ楽しいです。各オペレーターの武器と装備はこんな感じ。カミーユは50式王竜3セット、胴体に骨砕の重防具がおすすめ。このパーティーのカミーユは火力を出したいのでパイオニア装備ではございません。各部位で連携技のダメージを大幅に持って、さらに3セット効果でも連携技ダメージを盛れます。で、カミーユは必殺チャージが130とかなり重めなので、胴体で必殺チャージの回復効率を気持ちだけ持ってます。武器はモチーフ武器のカーマインベール、時点で灯火の使命、時点でジェットです。このパーティーだとカミーユ本人でも火力を出したいんで、モチーフ依存度は低め、灯火の使命でもジェットでも大丈夫です。タンタンは骨砕4セットがおすすめ。能力値も噛み合ってて3セット効果で戦技のダメージをがっつりと盛れます。武器はモチーフ武器の落走、時点で通行証で手に入る望郷から選択していきましょう。落走の効果でアーツ脆弱を付与すれば、その敵が受けるアーツダメージを盛ることができます。カミーユは全ての攻撃がアーツダメージですから、できればモチーフ武器を装備させましょう。ペリカは制覇3セット、胴体に旧国防具がおすすめ。アーツ強度を持って3セット効果で連携技のクールタイムが短縮されるんで、ガンガン敵を感電状態にして味方をサポートしていきます。武器は弔いの歌、時点で異望から選択していきましょう。弔いの歌を装備すれば味方の火力をサポートできて、異望を装備すればペリカ自身の火力が上がります。火力はカミーユとタンタンが出すんで、弔いの歌の方が優先度は高めです。ギルベルタはルテン4セットがおすすめ。各部位で必殺チャージの回復効率を持って、3セット効果で必殺技のアーツ脆弱を付与したタイミングでさらに攻撃力アップのバフを負けます。武器はモチーフ武器の使命必達、時点で弔いの歌、時点で作品職責。このパーティーはギルベルタの連携技条件が簡単に満たせるんで、できればモチーフ武器を装備させたいところです。それではローテーションを解説していきます。開幕カミーユの戦技で灼熱付着、タンタンの戦技で凍結状態。これで連携技条件を満たせるんで、カミーユの連携技でリンク状態、ギルベルタの連携技でクラッシュ。獲得したリンク状態をタンタンの戦技で消費して、そのままタンタンの連携技を発動して淡水を生成していきましょう。必殺技が溜まった時のローテーションも見ていきます。カミーユの戦技で灼熱付着、ギルベルタの必殺でアーツ脆弱、カミーユの必殺技で戦技を強化連携技に変換、ペリカの必殺技を発動して弔いの歌を発動。その後カミーユの連携強化連携技を発動してリンク状態の重ねがけ。
そのリンク状態をタンタンの必殺技で消費してダメージを出します。操作に余裕があるなら落下攻撃で大波を発生させましょう。連携技がバンバンつながってめちゃくちゃ楽しいです。続いてレーバテインをメインアタッカーとして使うパーティー、カミーユ、レーバテイン、ウルフガード、アルデリアです。ついにレーバテインの正当な強化が来ました。カミーユの戦技で灼熱付着を付与しながら灼熱脆弱、さらにそこからつながるウルフガードの連携技で灼熱の重ね掛け、レーバテインの重攻撃で豪華に変換、灼熱付着が豪華に変換されるんで、カミーユの連携技で SB 回復プラスリンク状態獲得と、いつも通りレーバテインを使っているだけでカミーユがめきめきパーティーを強化してくれます。レーバテインが最新アタッカーに追いついた感じがして、個人的にはめちゃくちゃ嬉しいですね。各オペレーターの装備はこんな感じ。カミーユはパイオニア3セット、胴体に骨砕の重防具がおすすめ。カミーユに火力を求めない人は胴体にパイオニアを装備して、アクセサリーに旧国印象を装備して全部位必殺チャージの回復効率を持ってもいいと思います。個人的にはカミーユにも少し火力を出してほしいんで、今回の動画では骨砕を装備してます。武器はモチーフ武器のカーマインベール、時点で灯火の使命、時点でジェットです。このパーティーのカミーユはサポーターなので、武器はモチーフ武器が最優先です。時点で灯火の使命、灯火の使命を貫突すれば無凸カーマインベールとの差がほぼなくなるので、凸素材が余ってる人は凸を進めましょう。レーバテインは火山用3セット、胴体に旧国防具がおすすめ。胴体で必殺チャージの回復効率を持って、火山用3セットでしっかりと火力を強化できるんで安定感があります。武器はモチーフ武器のフレームフォージ、時点で通行小武器のダークトーチ。フレームフォージは必殺技発動後の通常攻撃が超強化されるんで、レーバテインにとって圧倒的な性能です。レーバテインを使うならモチーフ武器はほぼ必須かなと思います。ダークトーチを貫突しても無凸のフレームフォージには及ばないので注意しましょう。ウルフガードは制覇3セット、アクセサリーに旧国印象がおすすめ。このパーティーのウルフガードは本当連携技を打ってレーバテインをサポートするだけなので、連携技のクールタイムを短縮してくれる制覇3セットが強いです。さらにアクセサリーには能力値は噛み合わないんですけど、旧国印象を装備して必殺チャージの回復効率を持ってます。サポート運用するならこの装備で割り切った方が強いと思います。武器は同類強食、時点で合理的決別あたりから選択していきましょう。アルデリアはルテン4セットがおすすめ。必殺チャージの回復効率、アーツ強度、3セット効果のバフと全てが噛み合っているので最適です。挑むコンテンツによっては生物補助あたりを装備して HP 回復効果を強化してもいいかもしれません。武器はモチーフ武器の創世のささやき、連携技で付与する腐食を戦技で消費するだけで敵にデバフを巻きますし、無料で手に入るんで一択です。それではカミーユを使ってロダン戦やっていきます。まず重攻撃を当ててアルデリアの連携技、腐食が入ったらアルデリアの戦技、その後カミーユの戦技で灼熱付着プラス血の翼、レーバテインとウルフガードの連携技を発動して重攻撃を当てて灼熱付着を豪華に変換します。その後カミーユの連携技で SP 回復プラスリンク状態獲得。ここまでが1サイクル。カミーユで付与したリンク状態に関しては豪華が4つ溜まっているならレーバテインの強化戦技で消費していきましょう。 SP がガンガン回復できるんで、もう2回目の豪華4つ溜まってますからね。これすごいよね。ガンガンレーバテインの強化戦技を放つことができます。いやー、カミーユでレーバテインはマジで強くなったね。ピンポイントでリンク状態を消費できるんでね、レーバテインに関してはそれも優秀ですよね。ということで必殺技が溜まった時のローテーションも見ていきます。まずカミーユの戦技で灼熱付着プラス血の翼、
ウルフガードの連携技で灼熱付着。令和店員の必殺技を発動して通常攻撃を振りながら神優の必殺技で灼熱付着。この流れで令和店員の重攻撃まで出し切れば効果がゼロの状態からでも4つ溜まってるはずです。あとは神優の連携技と強化連携技をつなげてリンク状態を重ねがけ、豪華4つで発動する令和店員の強化戦技でぶっ飛ばしてあげましょう。大事なのはリンク状態を令和店員の強化戦技で使ってあげるだけです。そこまで難しくはありません。続いて少し変わり種、ゾアンをメインアタッカーとして使うパーティー、カミーユ、ゾアン、ペリカ、アンタルです。本来ゾアンパーティーに入るアークライトの枠をカミーユに変更した形になります。カミーユの戦技で灼熱付着を付与してペリカの戦技を発動すればゾアンに必要な感電を付与できますし、カミーユの連携技も起動できます。当然カミーユで獲得したリンク状態はゾアンの戦技で消費してあげましょう。アンタルの必殺技で灼熱増幅も付与できますし、バランスの取れたパーティーだと思います。各オペレーターの装備はこんな感じ。カミーユとペリカは変更なし。ゾアンは上流3セット、アクセサリーに生物補助プレートがおすすめ。感電を消費するだけでバフを獲得できますし、能力値が噛み合った生物補助プレートを装備できるというのはとんでもないですよね。ガチガチに噛み合ってるんで当分装備の更新はなさそうです。精密加工をしちゃいましょう。武器はモチーフ武器の古種、時点で通行小武器の老行、時点で術務から選択していきましょう。モチーフ武器の電磁ダメージバフ量がとてつもないんでモチーフ依存度は高め。通行小武器との差がでかいんでできればモチーフ武器を装備させましょう。アンタルは制覇3セット、胴体に旧国防具がおすすめ。このパーティーはゾアンとペリカだけで SP を使う編成ではなくカミーユでも戦技を打ちます。なので SP を使用せず電磁付着できるアンタルの連携技を頻繁に使用したいです。制覇3セットなら連携技のクールタイムも短縮できますし、アーツ強度も必殺チャージの回復効率も漏れて一石二鳥です。武器は破壊ユニット、 OBJ 術式、術務あたりから選択していきましょう。それではローテーションを解説していきます。開幕アンタルの戦技でフォーカス、カミーユの戦技で灼熱付着、ペリカの戦技で感電状態にします。その後カミーユの連携技で SP 回復プラスリンク状態獲得、アンタルの連携技で電磁付着と、その一連の流れを覚えておきましょう。もちろんカミーユで獲得したリンク状態はゾアンの戦技で消費してあげましょう。ここまでが1サイクル。2周目に関してはゾアンやペリカの連携技で感電状態にして使用する SP を最低限に抑えていきましょう。やっぱりカミーユがいることで戦技を1つ多く使うんでね、 SP がカツカツになってしまいます。あとは敵がブレイクするまで先ほど言った流れを繰り返すだけです。ちょっとね、もうロダン戦ばっかりやったからさちょっと今回はお猿さんにも相手してもらおうかなと思うんですけど、では敵がそろそろブレイクしそうなので必殺技が溜まった時のローテーションも見ていきます。まずゾアンの必殺技からスタート。その後アンタルの必殺技で電磁増幅、カミーユの戦技で灼熱付着、この灼熱をゾアンの戦技で感電に変換。感電に変換されたのを確認してからカミーユの必殺技で再度灼熱付着、ゾアンの戦技で感電を消費しながら再度感電状態を付与。カミーユの連携技と強化連携技を立て続けに発動してリンク状態を重ねていきます。あとはこのリンク状態の重ね掛けをゾアンの戦技で消費してお猿さんをぶっ飛ばしていきましょう。続いてロッシュをメインアタッカーとして使うパーティー、カミーユ、ロッシ、ペリカ、ギルベルタです。このパーティーはとにかく瞬間火力が高くて短期決戦に向いた編成です。
全てのバフを重ねたロッシ必殺はとてつもないダメージを叩き出します。前情報通りカミーユはロッシとも相性がいいですね。灼熱付着に灼熱脆弱、リンク状態と本当ロッシに都合のいい能力が多すぎます。でこのパーティーは前までカミーユの枠にタンタンが入ってました。タンタン入りもかなりの完成度で普段使いも最高でしたから使い分けてもいいかもしれません。普段使いはタンタン入り、ボス戦はカミーユ入りみたいな感じですね。各オペレーターの装備と武器はこんな感じ。ロッシ以外は変更なし。ロッシは MIKB3 セット、腕に旧国プロテクターがおすすめ。ロッシは会心系のステータスが重要で3セット効果で会心率を上げてくれる MIKB は最適ですね。ステータスもしっかりと一致しています。武器はモチーフ武器の浪費、時点で通行証武器の栄光の記憶から選択しましょう。最適は当然モチーフ武器ですが、操作オペレーターをロッシ以外にするなら栄光の記憶でも大丈夫です。ただしっかりと凸は進めましょう。それではローテーションを解説していきます。開幕カミーユの戦技で灼熱付着、ロッシの戦技でクラッシュ付与、もう一度ロッシの戦技でクラッシュプラス染まる爪痕を付与、その後ロッシュの完璧連携でクラッシュ4プラス灼熱付着を消費、カミーユの必殺技で戦技を強化連携に置き換えて連携技と強化連携を発動してリンク状態を重ね掛けしていきます。どこかのタイミングでペリカの連携技を挟めれば最高ですね。あとはロッシュの必殺技でリンク状態を消費した瞬間にギルベルタの必殺技でアーツ脆弱、これで終わりです。必殺技が溜まっていない状態でのローテーションだともうほんとろくに火力が出ないんで、基本的にはこの一撃に全てをかけましょう。最後にミフをメインアタッカーとして使うパーティー、カミーユ、ロッシ、ミフ、ギルベルタです。先ほど紹介した編成にミフを採用した形になります。でミフを採用するだけで長期戦も短期戦もやれる超万能パーティーに変貌します。カミーユがロッシをサポート、ロッシがミフをサポート、ミフがクラッシュ消費と、チーム全員がそれぞれ噛み合ってて超強いです。で今回紹介するのはギルベルタ入りなんですけど、敵の攻撃が痛いならエンバーに変更、 SP をもっと回復したいならポグラニチニクに変更と、この辺と入れ替えてもらっても構いません。結局ギルベルタに関してはロッシの必殺技に合わせてアーツ脆弱を付与するだけなんで、ここは自由枠ですね。ギルベルタ入りだと限定オペレーター4体ですから、ちょっとこれはね手文字のオペレーターと相談して入れ替えていきましょう。各オペレーターの装備と武器はこんな感じ。ミフ以外は変更なし。ミフは9砲3セット、アクセサリーに鉱山点検定位ビーコンがおすすめ。このパーティーは必殺技が溜まるまではミフの猛撃がダメージ源になるんで、しっかりとアーツ強度を持っていきましょう。9砲3セットは消費するクラッシュ弾数に応じて物理ダメージが上がりますから最適です。武器はモチーフ武器石英、時点で星6武器鏡、時点で通行証武器のファントムペインから選択しましょう。物理属性で体験持ちというのは武器の選択肢が多くていいですよね。ただその分モチーフ武器の性能が頭一つ抜けてるんで、ミフでダメージを出したいならモチーフを引きましょう。それではローテーションを解説していきます。開幕カミーユの戦技で灼熱付着、ロッシュの戦技でクラッシュ付与、ロッシュの完璧連携でクラッシュ3、ミフの連携カミーユの連携とつなげてミフの戦技で猛撃ダメージを出していきます。ここまでが1サイクル。さっきまでの編成だとこのまま立て続けに必殺技をぶつけて短期決戦を狙うみたいな、そういう立ち回りになってたんですけど、この編成はクラッシュをミフで消費できるんでめちゃくちゃ強いのよ。すごく安定感もあります。ただカミーユで付与できるリンク状態をミフの戦技で消費してしまうというのはちょっと弱点ではあるんですけど、
リンク状態は必殺技が溜まった時のローテーションでしっかりと活用するんでご安心ください。それでは見ていきましょう。必殺技が溜まった時のローテーション。神優の戦技で灼熱付着、ミフの必殺技でクラッシュ、ロッシュの戦技でクラッシュプラス爪痕、ロッシュの完璧連携でクラッシュ4、神優の必殺技で強化連携技に置き換え、連携技と強化連携技を発動してリンク状態の重ねがけ。あとはロッシュの必殺技を発動した瞬間にギルベルタの必殺技でアーツ脆弱。これでやっとクラッシュを消費できるんで、ミフの戦技で猛撃と、ギルベルタの必殺技でアーツ脆弱を付与する前にクラッシュを消費しないよう注意しましょう。いかがだったでしょうか。今回は限定星6オペレーター神優で組めるパーティー紹介でした。神優は先方オペレーターという職業ですから、いろんなパーティーが組めて面白いですよね。中でもレーバテインとかロッシュと組み合わせた時の性能は破格です。この2体を持っている人は神優を引くことをお勧めします。今回紹介したパーティー以外にもこんなオペレーターと相性がいいよみたいなのがあればコメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからもエンドフィールドに関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。